今日は、こちらの五葉松、こういうやつですね。はい、これの針金掛けをしようと思います。これは去年か一昨年かのイベントの時に購入した苗木で何本か買ったんですけれども、あまり影響ないとは思ったんですけど、これは四国の方の未生の五葉松だそうで、こちらの環境に慣らすために、しばらく何もしないでこのままほったらかしにしとったやつです。はい、こんな感じで曲がそのままの曲がそのままじゃないや、なんかこう面白い曲を入ってるものなので、これを畳むような感じでノープランなんですが、この曲せっかくあるのでこれを、活かしてさらにちょっとちっちゃくするような感じで、針金かけていこうと思います。枝がちょっと間延びしてるやつとかもあるんですよね。これとかすんごい間延びしまくってるので使えないんじゃないかなとは思うんですけど、どの枝がどっちに回ってくるかは分かんないですし、もしかしたらこの辺からまたプツプツと吹いてくることもあるので、剪定はしないでちょっとりあえず幹曲げていこうかなという作戦でいこうと思います。長さはだいたいこの曲がってるやつを針金かけると結構長さ使うので、2倍3倍近く取っといた方が 2.5 倍ぐらいかな、そのくらい取っといた方が割とよくて、1回かけたらしばらくはかけっぱなしになりますから、ここはちょっと丁寧にやっていこうかなという気持ちになりました。くるくるっとちょっと引っ張りながら入っていきます。よいしょよいしょ、伸ばして、そして割とぴったりと当たるように針金を巻いていきます。でここ曲げるのでできるだけその外側、曲げる方の外側に針金が沿うように、そういうことを考えながら、ここを曲げるからどうしようかなっていうのを考えながら巻いていく感じです。いつもペンチは使うんですけど、今回はペンチが入らないので、手使ってます。紙巻き2本使うとどうなってるか分かんなくなっちゃいそうだったので、紙巻きの銅線1本と太めのアルミ線を1本かけました。そういかんか、よいしょ。曲がってる枝を曲げ足しながらやっていくので、やっぱこう思ってるような感じにはならないんですけど、最初は懸崖になるかなと思ったんですけど、そうなりませんでした。こう来てこういう風な流れになりました。段で枝振ってっていうのを少しずつやっていきます。よいしょ。これは後ろ枝に使おうかな。ちょっとグッと下げて、こういう形にまとめました。ちょっと分かりにくいんですけど、こう幹はこっちに潰しまして、もうちょっとこれはバンドかなんかで近づけて、これはちょっと使わなさそうだったんで切ってもよかったんですが、ちょっと太らせて、陣にしたいと思ってます。感じですね。よいしょ。
バレましたね。これでいいかな。これをもうちょっと内側に入れて、でこの枝はこっち側にまとめて振って、下枝とで頭という感じで、作っていきたいところです。はい、今日の作業はおしまいです。